あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行が始まる。妻に料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。第4回の今夜は日本食の定番生姜焼き。夜のキッチンにじゅわっと油の音が響く。生姜と醤油の香りが立ち上ると、子供の頃の記憶がふとよみがえる。働いていた頃の父の背中、無口だったけど、母の作る生姜焼きを食べるときだけは少し機嫌が良かった。あの頃、家族を支えるってこういうことだと思っていた。いつかおいらも生姜焼きでビールを一杯やる日が来る。そう信じていた。だけど30年が経って蓋を開けてみれば、エプロンをして台所に立つのはおいらの方だった。ニュージャージーの片隅で今夜もおいらは父の味を焼いている。生姜焼きに添えるサラダ用のミニトマトを準備する。少し古くなってしまったが、まだ生きがいいものを選んでいく。サイドディッシュに味噌キューなんてどうだろうか。早速野菜を洗う。味噌キューに使うきゅうりをカットする。味噌キューができた。生姜焼きにつけるサラダ用のミニトマトをカットする。日系スーパーで買ってきたたくあんをカットする。生姜焼きに添えるキャベツの千切りを作る。もちろん千切りはスライサーで作る。いつか包丁でキャベツの千切りを作れるその日まで、おいらの修行は続く。スライスしたキャベツの千切りを水で洗う。
サイドディッシュの準備ができたので、早速生姜焼きのお肉を準備する。アメリカでは生姜焼き用の肉なんて売っていない。少し薄すぎるが豚の薄切り肉を使っていく。まずは豚肉をキッチンペーパーに並べる。塩コショウで下味をつける。フライパンで豚肉を炒める。先ほどのお肉には小麦粉をまぶすのを忘れていた。残りの肉には小麦粉をまぶしていく。こうすることでタレが絡み、照りが出て肉はしっとりするのだ。小麦粉をまぶした豚肉を焼いていく。肉を裏返す。肉が焼けたので早速味をつける。醤油大さじ3杯、みりん小さじで4杯。生姜がないのでおろし生姜のチューブを適量入れる。薄切り肉の量に対してタレが多すぎたようだ。と気を取り直して残り半分のお肉に味をつける。今度は醤油は大さじ 1.5 杯、みりんを小さじで2杯、料理酒小さじ1杯、砂糖小さじ1杯、最後にすりおろしの生姜チューブを適量入れる。タレの水分が飛ぶまで煮詰める。今度こそ生姜焼きっぽい色味の料理が完成した。キャベツの千切りをお皿に盛り付ける。最初に失敗した生姜焼きを盛り付ける。その上から失敗した生姜焼きを隠すように2度目の生姜焼きを盛り付ける。ミニトマトを横に添える。
好きだったら後でまた書くよ。生姜焼きができた。味噌汁をインスタントで作る無礼をお許しください。茶碗に雑穀米をよそう。雑穀米、インスタントの味噌汁、醤油を入れすぎた生姜焼きができた。たくあん、生姜焼きがしょっぱそうなので味噌球の味噌をカットして減塩だ。今夜の夜ご飯、少し濃くなってしまった生姜焼き。仕事で疲れて帰ってきた妻にビールを差し出す。なんでバリバリになってる？これやっぱノンアルだから泡立たないね。はい。どうぞどうぞ。ご苦労さん。生姜焼きちょっと失敗したけど、はい、乾杯。ノンアルビールで乾杯。お疲れ様です。お疲れ、ありがとう。大人の味だ。そりゃそりゃ。でもこれだと想像しながら飲んでるけど。じゃあいただきます。いただきます。もちろん生姜焼きからいっちゃいます。おいしい？キャベツを乗せてマヨネーズ。まあやっぱ肉があんまりいいやつじゃなかったから。小麦粉作ったらめっちゃ柔らかくなるな。まあ美味しいけど、あとでもちょっとしょっぱい。な、おいしいな、これだ。ちょっとしょっぱいな。くるとちょうど合うわ。あ、塩サラダドレッシング。生姜焼きおいしかった。また挑戦しよう。ごちそうさま。まだまだ道のりは長いが、少しずつ主婦に近づいている。もし次のエピソードもおいらの主婦修行を続けていいなら、コメント、いいね、お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。